ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくの？葵、今日はね、クリストファー・ノーラン監督の新作映画、オデュッセイヤの話題についてよ。現在、かつては2026年に最も期待された映画の一つだったこの作品なんだけど、この古代女子誌に対する監督のアプローチがすでに物議を醸している状態なのよ。今日はクリストファー・ノーラン監督の映画オデュッセイヤが直面している脚本のインスピレーションに関する大論争、そして現代語訳がもたらす原作改編の危機について徹底的に解説していくよ。クリストファー・ノーラン監督って言ったらめちゃくちゃ有名な監督やんね。その人の新作が公開前から物議を醸しとるってよっぽどやばい事態になっとるんやない？ 2026 年で一番期待されとった映画って言われとったのに、なんでそんな炎上状態になっとるん？その通りだよ、葵。実はね、監督のキャスティング決定が論争を巻き起こしただけじゃなくて、クリストファー・ノーラン監督がインタビューで脚本のインスピレーションとして言及した内容がさらに大きな議論の的となっているのよ。具体的には2017年に出版されたエミリー・ウィルソンによるオデュッセイヤの翻訳版を参考にしたって発言したことが波紋を呼んでいる原因なの。は？翻訳版を参考にしただけで炎上すると？翻訳なんて言葉は別の国の言葉に置き換えるだけやん。そんなんでガタガタ騒ぐとか映画オタクって暇人が多すぎやろ。アホくさ。言葉を置き換えるだけって思うかもしれないけど、文学や女子誌の世界では翻訳者の解釈一つで物語の根幹が揺らいでしまうこともあるのよ。この件について YouTube チャンネルミッドナイトエッジのアンドレという人物がビデオエッセイの中でエミリー・ウィルソンの翻訳を深く検証しているんだよ。そして、それがクリストファー・ノーラン監督の映画に重大な影響を与える可能性がある理由をすごくわかりやすく説明しているの。ほう、ミッドナイトエッジのアンドレね。その人がわざわざ動画にしてまで検証するってことは、ただの言葉遊び以上のヤバい問題が隠れとるってことやね。少しは面白そうな話になってきたばい。で、クリストファー・ノーラン監督は一体どんなインタビューで地雷を踏んだと？ことの発端はね、2025年11月にエンパイアのインタビューに応じた時のことなの。そこで、クリストファー・ノーランは、オデュッセイヤの現代語訳について直接言及したんだよ。彼は、確かエミリー・ウィルソン役だったと思うのですが、複雑な男について教えてくださいという書き出しで始まるんです、と語ったの。複雑な男について教えてください。なんや、それ、マッチングアプリの痛い自己紹介文みたいやん。そもそも、オデュッセイヤって古代のド派手な英雄の物語やろ？そんなメンヘラポエムみたいな始まり方で大丈夫なん？葵の言う通り、まさにそこが問題視されているポイントなのよ。アンドレは、クリストファー・ノーラン監督が、この物議を醸しているホメロスの翻訳を映画の土台としているのだとすれば、重大な疑問が生じると指摘しているの。現代の感覚に合わせて、ホメロスの作品を書き換えたことで有名な翻訳を選んだことで、ノーランは俳優を一人もキャスティングする前に映画の内容を妥協してしまったのではないか？でね。なるほどね。つまり、配役を決めるずっと前の物語の土台を作る段階で、すでに原作の良さを捨てて、現代の流行りに迎合してしまったんじゃないかってことやね。映画の骨組みが腐っとるかもしれんって、そりゃあファンも怒るばい。たまには、鋭いこと言うやん、そのアンドレって人。そういうことだよ。アンドレは、動画の中で、翻訳者の役割について、すごく重要なことを言っているの。翻訳者の役割は、単に筋書きを伝えるだけにとどまらないって指摘しているのよ。優れた翻訳っていうのは、原作の持つ裏の意味や、その作品が作られた世界観も、同時に伝えるものなんだよ。そりゃそうやろ。言葉だけ直訳しても、その時代の空気感とか文化がわからんと、ちんぷんかんぷんになるけんね。で、ここで、みんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価を押してね。チャンネル登録と、グッドボタン、高評価、ポチッと押すだけやけん。よろしく頼むばい。さて、話を戻すけど、そのアンドレって人は、翻訳について、他に、どんなことを言いよると？彼は、さらにこう述べているの。翻訳者は、原作の読者には、当然のこととされていたものの、現代の私たちには、全く馴染みのない規範や態度を、ローカライザーとして、また案内役として果たさなければならない、ってね。つまり、古代の価値観を、現代の読者に分かりやすく翻訳しながらも、原作の意図を正確に案内する役割を果たさなければならないってことなの。ローカライザーね。要するに、昔のやばい常識とかを、昔はこうだったんですよって上手にガイドしてあげるのが優秀な翻訳者ってことやろ？
それなら、そのエミリー・ウィルソンって人の翻訳は何がダメやったと？アンドレが主張するには、エミリー・ウィルソンの2017年の翻訳の最大の問題点は、原作から逸脱し、原作に対して道徳的な判断を下している点にあるんだよ。道徳的な判断を下す？翻訳者が勝手に、これはいいこと、これは悪いことで自分の価値観を押し付けたってこと？それって翻訳じゃなくて、ただの二次創作やん。超絶おこがましい場合。その鋭い指摘。さすがだよ、葵。まさに、そこが議論の的になっているの。そもそも、ホメロスの叙事詩っていうのは、どんなものか知っているかな？文字に書き記されたのは、紀元前8世紀か7世紀頃のことだと言われているのよ。紀元前8世紀って、気が遠くなるくらい昔やね。そんな大昔の話が、今まで残っとるだけでも奇跡たい。そうなの。しかも、それ以前は、オデュッセイアは、文字じゃなくて、口頭で伝えられていたの。アンドレは、それを、力強い、リズミカルな韻律と、表現しているよ。物語は、語り手が記憶に残りやすく、そして人前で上演しやすいように、すごく計算されて構成されていたんだよ。ラップバトルみたいなリズムに乗せて、語り継がれてきたってことね。文字がない時代なら、そうやって覚えるしかないけんね。そこで、アンドレが引き合いに出しているのが、ロバート・ D・ フィッツジェラルドによる1961年の翻訳版なの。彼は、このロバート・ D・ フィッツジェラルドの翻訳版が、原作の叙事詩的な雰囲気とテーマを、はるかに効果的に保っていると指摘しているのよ。なるほど。1961年の昔の翻訳の方が、古代の力強いリズムとか、壮大な雰囲気をちゃんと残しとるってわけね。じゃあ、その2017年のエミリー・ウィルソンの翻訳は、どう違うと？エミリー・ウィルソンは、全く異なるアプローチを取ったのよ。ミッドナイトエッジの動画では、エミリー・ウィルソンの翻訳から4つの具体的な例を用いて、アンドレの主張を説明しているの。証拠が出てくるわけね。どんな風に原作をぶち壊したのか、じっくり聞かせてもらおうやないの。まず、一つ目の例が、エミリー・ウィルソンは叙事詩の冒頭で、主人公のオデュッセウスを、狡猾な策略家として描くのではなく、複雑な人物として描写しているの。さっき、クリストファー・ノーラン監督が言っとった、複雑な男について教えてくださいってやつやね。狡猾な策略家って言われたら、頭が切れてずる賢いけど、頼りになる英雄って感じがするけど、複雑な人物って言われたら、ただのめんどくさいおっさんやん。言い得て妙だよ。その効果について、アンドレは、彼の英雄的行為を、欠点のある、懐疑的な視点から捉えることにあると、説明しているの。つまり、無条件に賛美される英雄ではなく、現代の視点から見て、この人のやってること、本当に正しいの？と、疑問を持たせるような描き方をしているのよ。主人公の英雄っぷりを素直に楽しめんようにしとるってことね。ひねくれとる場合。続いて、二つ目の例が、翻訳全体を通して、彼女は、メイドや召使いといった伝統的な家庭用語を、より率直な奴隷という言葉に置き換えているのよ。これによって、歴史的な抑圧を意図的に強調しているんだよ。はぁ？メイドを奴隷に？そりゃあ、古代やけん。今の労働基準法なんてないし、身分制度もあったやろうけど、わざわざ奴隷って強い言葉を使って、被害者アピールみたいなことを強調する必要あると？押し付けがましくて気分悪い場合。葵の言う通り、この再解釈によって物語の重要な部分の文脈が大きく変化してしまうの。それが三つ目の例につながるんだけど、女中たちが公主刑にされるという凄惨な場面があるの。本来なら、これは主人公に対する裏切りを中心とする裏切り者への罰という文脈だったの。でも、エミリー・ウィルソン役では、それが、もはや、裏切りを中心とするものではなく、被害者意識や強制といった、現代的な意味合いを帯びるようになるんだよ。意味わからん。裏切った刑罰を受けたっていう、シンプルな因果関係の話を、権力者に強制された、かわいそうな被害者なんです、っていう、現代の価値観で書き換えとるってことやろ？それ、完全に別もんやん。原作へのリスペクトが、微塵も感じられんばい。そう感じてしまう、読者も多いみたいだね。そして、最後の4つ目の例が、アンドレは、エミリー・ウィルソンが、オデュッセウスの妻であるペネロペに関わる、中立的な家庭内の場面を、意図的な、現代的な、女ボスの瞬間へと再構築したと、主張しているの。女ボス？ペネロペって、夫が帰ってくるのをずっと待っとる、けなげな奥さんってイメージやったけど、それが急に、私がこの家を仕切る強い女よ、みたいな、現代のバリキャリみたいな描かれ方になっとるってこと？無理やりポリコレ要素ぶち込んできた感があって、寒すぎるばい。
アンドレも、これらの微妙な変更は、物語の筋そのものを大きく変えるものではないと、前置きしつつも、最終的には、それらが、ホメロスの意図とは、全く異なる体験を生み出すと、主張しているの。そりゃ相対。キャラクターの性格も、出来事の意味合いも、全部、現代の価値観フィルターを通して、ねじ曲げられとるんやけん。ホメロスが見たら泣くばい。本当にそうだよね。クリストファー・ノーランがホメロスのオデュッセイアから英雄的な要素を取り除き、現代のジェンダー役割や平等に関する考え方により合致した翻訳版を映画制作の指針としたという事実は、最終的に映画に大きく反映されるかもしれないのよ。つまり、クリストファー・ノーラン監督のオデュッセイアは、古代のロマンあふれる英雄譚じゃなくて、現代の説教臭いジェンダー映画になるかもしれんってことやね。そりゃあ、公開前から大炎上するのも納得ばい。期待されとっただけに、ファンは裏切られた気分やろうね。ネットユーザーからの反応もかなり白熱しているんだよ。ノーラン監督なら素晴らしい映像美を見せてくれると信じているが、物語の根幹が現代的な価値観に染まっているなら見たくないという不安の声や、エミリー・ウィルソン役を選ぶ時点で彼が何を表現したいのか透けて見える。これはホメロスのオデュッセイアではなく、ノーランのオデュッセイアだといった厳しい意見も飛び交っているの。一方で、現代の観客に届けるには、ある程度の現代的解釈は必要不可欠だと擁護する声もあって、真っ二つに意見が分かれている状態だよ。まあ、映像がすごくても、中身が薄っぺらい説教やったら、映画館で寝てしまうけんね。擁護する声もあるみたいやけど、私は圧倒的に原作の良さを残してほしい派ばい。昔の作品を現代の定規で測るなっちゅう話したい。そういう意見を持つ人が多いのも事実だよ。結局のところ、観客は7月17日に映画オデュッセイアが公開された時に、その答えを知ることになるだろうね。今回の最新版、つまり原作から映画化されたこの作品が、ホメロスの古代女子誌の精神を忠実に再現しているのか、それとも現代の感性に合わせて大きく改変しているのかは、この映画をめぐる最大の議論の的となるかもしれないのよ。7月17日の公開日には、いろんな意味でネットが荒れそうやね。蓋を開けてみたら、案外、普通の英雄映画になっとるかもしれんし、逆に、想像以上に、説教映画になっとるかもしれん。どっちに転んでも、お祭り騒ぎになるのは、間違いなかばい。映画の公開が近づくにつれて、さらに、いろんな情報が出てくると思うから、これからも、この動向から目が離せないよ。ということで、今日は、クリストファー・ノーラン監督の新作映画、オデュッセイアの脚本に関する大論争という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。